はい、トライラの川原です。今回は先日5月28日に新しく発売されましたベガスムービースタジオ17の新機能をざっと触っていこうと思います。このベガスムービースタジオというソフトはベガスプロというプロ仕様の動画編集ソフトの機能を抑えることで価格を落とした廉価版のソフトとなります。そのためもともとこのベガスプロとムービースタジオというのは動画編集の基本機能の部分でも結構、機能に差があったのですが、最近では、大元のベガスプロの方の進化の方向がその動画編集ソフトとしての進化だけじゃなくて、その他の CG ソフトや画像加工ソフト、ベガスポストというシリーズでベガス FX、ベガスイメージとあるのですが、そういった他のソフトとの連携に、力が入れる方向性に舵を切っています。そのせいがあってかどうか、このベガスプロとムービースタジオ動画編集の部分では機能差が、ほとんどなくなっているっていうのが最近の状態となります。ですのでこのムービースタジオの進化の方向性も最近では少し前に発売されたベガスプロで搭載された新機能が、半年から1年ほど遅れてこのムービースタジオに搭載されるという流れが、メインとなってきています。ですので今回のこのムービースタジオ17プラチナムで追加された新機能なんかもすでに発売されているベガスプロ17で追加された機能が追加されたというところが、ほとんどになってきています。それ以外にも今回のこのムービースタジオ17で新しく追加、機能強化された部分なんかもあったりしますので、そのあたりも順を追って説明を行っていきます。その機能の中で今回一つもうすっごい地味なところで僕がすごい、喜んでいる機能なんかもあったりしますので、そういったところも順を追ってご紹介していこうと思います。今回も、販売元のソースネクストさんの製品ページを見ながら、ご紹介を進めていきます。こちらがムービースタジオ17プラチナムの製品サイトとなります。まず機能の説明としてムービースタジオ無印なんかとシリーズ共通の機能とプラチナムで使える機能の2つがありますので、まず共通機能の方から見ていきます。まずエフェクトとトランジションの管理。これはウィンドウのタブが新しくなりましたというところですね。ムービースタジオ17プラチナムを見ていくと、これまでのプロジェクトメディアエクスプローラーなんかがあるところの、例えばトランジションですね。が今までこうリストとプリセットだけ表示されていたのがタブでジャンルごとに分かれましたといったものとなります。さらに検索もかけれるといったものですね。同じようにビデオ FX もジャンルごとに分かれて探しやすくなりましたと。そしてよく使うものはこうお気に入りに入れておくとお気に入りタブから一発で呼び出せるようになるといったものとなります。そして次、スムーズなプレビュー再生、GPU 支援が強化されましたといったところですね。さらに次、新機能ですね。黒い隙間を埋めるフィルター。これも見たまんまなんですが、よくテレビなんかで使われる縦画角や正方形の動画素材を横長にしたときに、この背景ぼかして拡大したものを入れるようなものですね。実際にやっていきます。例えば、ちょっとトラックを削除しておきます。縦長の素材を読み込みます。こういったものですね。こういった素材に、イベント FX、ベガス、ブラックバーフィル。これが新しく追加されたものですね。これを追加、OK を押すと、もうこれだけで、瞬時にテレビのような黒を埋める演出が作れますといったものとなります。そしてカスタマイズもできます。シャドウのブラ、具合なしにもできます。であったり、後ろの拡大具合ですね。も調整できるし、ぼかし具合、ブラですね。も調整できると。こういったエフェクトとなります。もちろん長方形縦長だけじゃなくて、例えばイベントパンクロップで正方形ですね。正方形の素材の場合でも問題なく使うことができます。これが黒い隙間を埋めるフィルター新機能となります。そして次、トリムのハンドル表示を改善。これが今回僕の中で一番目玉のお気に入りの進化となります。
何かと言いますと、大きなトリムハンドルの表示により、簡単かつ素早くクリップをトリムできます。これ見た方が早いので、やっていきます。例えば動画素材ですね。配置したときに、トリミングするときにドラッグでするんですが、これですね。この端っこにハンドル、取っ手がついたといった部分となります。これがついたことで、少し内側でもつまめるようになったと。これが今回すごい、一番僕の中で目玉の進化となります。これがなぜ、かと言いますと、ベガスプロ結構この端っこをつまむ動作っていうのが割とシビアだったんですね。ですので、2個素材が並んでいる時ですね。よく間違って手前の後ろをつかみたいのに、間違って後ろをつまむみたいなことが結構あったんですね。これベガスプロと比較すると分かりやすいんですが、コピーしてコントロールし、ベガスプロにコントロール V でペーストします。こちらベガスプロです。これまではこの境界線ですね、何もハンドルがなかったので、このアイコンの変化見てくださいね。これが左側、右側、左側、右側、左側といった感じで、この境界線をつまむのがすごいシビアだったんですね。慣れれば別に全然問題なく使えているのですが、結構それでもやっぱりパパパッと作業してると間違って隣をつかむということが結構あったのですが、これがこのハンドルがついたことによってちょっと手前からいけるので、すごいざっくりつまめるようになりました。これは操作性のアップという意味ですごい、革命的な、進化かなと思っています。単純にこんな、つまみがついただけなんですが、本当に、これはありがたい。早く次のベガスプロにもつけてほしいなと、個人的に思っています。こういった動画編集ソフトだけじゃなくて世の中にある全ての商品やサービスはちょっとした改良ですごく良くなるみたいな、シンプルに考えろみたいなことがよく、イノベーションの話なんかで言われるんですが、これは、僕の中でかなりのイノベーションになるかなと思います。本当にもうベガス15年近く使ってて、基本機能としてはずっともうこの状態で来てたのが、もうこの取っ手をつくだけでこんなに操作性が良くなるっていうのは、ちょっと、長く使っていると笑ってしまうような、進化かなというふうに思います。これが、トリムのハンドル表示を改善といったところですね。十何年経ってやっと、この取っ手がついたといったところになります。そして次、ストーリーボードの改善。ストーリーボードの機能、これ、16の時から、少し改善が入っていたみたいなのですが、僕ちょっとこのクイックスタートをもう閉じているので、この変化に気づいていなかったのですが、このクイックスタートからメディアの追加をクリックすると、16からこのストーリーボードに切り替わってるんですね。そしてここに素材を、こう読み込むと、こう単純に並べられると。そしてこの状態で順番を入れ替えたり、使う部分をもうざっとトリミングしたりみたいなことが、できてたみたいで、そして読み込んだ後にパワーユーザーモードに切り替えると、こういった風になっていると。ミスってますね。これ使うとき注意点として、これ今ミスったパターンです。先に、ここですね、自動リップルがオンになっていないといけません。自動リップルが入った状態でもう一度やります。メディアの追加から、ストーリーボードに素材を読み込むと、ストーリーボード上でこう、順番を入れ替えたり、使用部分を、ざっと、ちょっと僕は慣れていないのであれですが、こういった感じですね。トリミングしておくと、
素材を読み込んだ段階で、こうもある程度編集がされているといった形となるといった。これがストーリーボードですね。この機能が強化されましたといった部分となります。このストーリーボード機能、プロジェクトメディアのストーリーボードピン、メインタイムラインにすると、ここでも同時に下のタイムラインとリンクしながら編集することができます。こういった形ですね。リンクして編集することができます。順番入れ替えるのもパッとドラッグでできるので、やりやすい部分はあるのかなといった感じですね。といったストーリーボード機能が強化されましたといったところとなります。そして次、プロジェクトの中断場所を記録。これちょっとよくわからなかったのですが、プロジェクトを閉じる際に編集している場所を記録できるので、再度開くときに中断した場所に自動的に戻ることができます。ちょっといろいろ試した結果、多分これかなというのが、このカーソルの配置ですね。例えば今これカーソルをこの一番後ろの境界線のところに置いて、ファイル、名前をつけて保存で、とりあえず保存します。そして、ムービースタジオを閉じると、閉じて開き直すと、このカーソルの位置が、この最後に置いていた位置に残っているといったことだと思います。今までは必ずこの0秒の位置に戻っていたので、おそらくこれのことだと思います。これが便利なのか、ちょっとどうなのかっていうのは、ちょっと実際、使い続けてみて何か発見がないとわからないのですが、こういった、機能が追加されています。そして次、動きのあるテキストのプリセット。高品質かつモダンなテキストの処理のプリセットを使用して、映えるテキストアニメーションを作成できます。これ、単純にテキストのアニメーションプリセットですね、の種類が増えましたといったものとなります。やってみます。まず、メディアジェネレーター単色で背景を置きます。ざっと色を。作って、さらにメディアジェネレータータイトルおよびテキストでテキストを置きます。打ち替えます。新アニメーションとしておきます。そしてフォントサイズを変えつつ、フォントもこんな感じとしておきます。これ今までもあったのですが、このアニメーションという項目ですね。これ通常ではなしになっているのですが、こういったタイトル1からタイトル25まで新しくプリセットが追加されました。この下にあるアクションフリップとか、シェイクとか書かれた部分はもともとずっと最初からついていたものです。もともとこういったプリセットがあったのですが、これが追加されましたという形になります。ざっと見ていきますと、タイトル1。こうスライドを滑っていくような、ちょっと滑りすぎですよね。ものだったりします。で、2。これは滑って戻ってくると。使えなくはないですね。タイトル3。こう縦にガシャンと落ちるようなものであったり、タイトル4。一文字ずつ出てくるアニメーションですね。これ速度は一定なので、コントロールをしながらドラッグで倍速やスローで速度調整を行うようです。こういった形ですね。これは結構作るのめんどくさかったのが、プリセットで一撃でできるようになったのは結構嬉しい方も多いんじゃないかなと思います。タイトル5。
こうひょこっと出てくるものであったり、タイトル6、こう降ってくるもの、といった感じで、こういったタイトル9出てこない。10みたいな感じで新しくプリセットが追加されたので、タイトルアニメーションも、若干楽に作れるものが増えたかなといった形ですね。割とテンポ早くしてると、ちょっと緩急が出るかなといった感じですね。せっかくなので最後までいきましょうか。19。22、23、25までか。23、24、25。といったようなプリセットが追加されましたといった形ですね。そして、ムービースタジオ共通はここまでですね。ここまでの機能はムービースタジオ17無印のものでも使うことができます。では次にプラチナムからさらに追加されている部分を見ていきます。プラチナムに切り替えます。ジョイ版プラチナムならここまでできる。まず、モーショントラッキング、ワンクリックで売れ補正、スクリーンキャプチャー、ベジマスキング。このあたりは前回のムービースタジオ16で、16プラチナムですね。で追加された部分ですね。このあたりはベガスプロ16で追加された新機能が、半年から1年弱ぐらい遅れて、ムービースタジオ16にも搭載されたといった流れだったと思います。そして今回17、プラチナムから追加されたのが、このカラーグレーディングパートですね。統一されたワークフロー、新しいカラーグレーディングパネルが追加されましたと。これも、現在のベガスプロ17で追加されたものが、追加されたといったものですね。そして次、ホワイトバランス調整。ホワイトバランスツールを改良し、さらに正確な調整ができるようになりました。ホワイトバランスツールの、強化といったところですね。これ順序的にはまずさっきホワイトバランスから行うので、ホワイトバランスから見ていきます。素材を読み込みます。まず動画素材を読み込んで、ホワイトバランスを調整する素材のイベント FX ですね。をクリックして、ベガスホワイトバランス。これですね。ベガスホワイトバランスを追加して、OK。そしてまず白い部分を選択します。スポイトツールで本来映像の白い部分をクリックします。するとまず全体のトーンが白になります。基本オートでこの辺全部合わせてくれているのですが、さらにヒストグラムを均等化にチェックを入れると一気にパキッと、調整してくれる形となります。すっぴんの状態、ホワイトバランスエフェクトで調整した状態といった形で簡単にホワイトバランスを調整することができます。これがホワイトバランスツールの強化といったところですね。そしてさらにこの統一されたワークフロー、カラーグレーディングのところですね。これがベガスプロに追加されたここですね。カラーグレーディングというツール群になるのですが、これ全くベガスプロと同じものが追加されたのかと思ったらちょっと違っていて簡易化されたものでした。ちょっとベガスプロの方でも見てみます。コントロール C、ベガスプロで
コントロール V。ベガスプロの方で開いてみると、このタブがいっぱいあるんですね。これがムービースタジオではだいぶ削られたものとなっています。このあたりはさすがにちょっと機能制限がかかってくるのかなといったところですね。一番大きな差としては、ラットが読み込めないというところですね。これはやっぱりちょっと差別化してきたのかなといったところですね、プロ版と。ベガスプロの方ではラットを読み込んで、カラーホイール、入力出力、細かくバラバラに設定することができるのですが、ムービースタジオで追加された方は、カラーホイールとカラー曲線と色相サイドですね。の3つのツール群がメインとなります。これだけでも全然ツール群として揃っているだけで色調補正はやりやすいので、全然普通に色調補正する分にはまあいいかなという感じですね。ただログ撮影した素材にラットを当ててカラーグレーディングみたいなところはベガスプロを使わないとできないといった住み分けとなっています。ですので例えば、ホワイトバランスを合わせた後にこのグレーディングのパネルで色調、カット、ガンマ部分、ゲイン部分、オフセット、そして、サイドもちょっと調整しつつみたいな感じで、今ちょっと何のコンセプトもない、感じで触っているので適当ですが、バイパスを押すと元の状態と今色調をいじった状態、みたいな感じでルックスを作っていくことができます。これが今回のムービースタジオ17プラチナムに追加された統一されたワークフローカラーグレーディングですねとなります。そして次、特別なエフェクト、滑らかなスローモーション。これもベガスプロ17に追加されたものですね。見ていくと、パネルを閉じて、一つ短い素材を配置して、まずノーマルスピードで複製しておきます。そして上に配置したものはコントロールキーを押しながらドラッグで伸ばして4分の1倍速のスローに、標準の4分の1倍のスローに設定しました。再生するとこういった形ですね。フル画質で見ていきます。最初目の周りとかちらついたりしていますね。こういったところがエフェクトのベガススローモーションですねを追加して OK を押すと、まずモーションの解析を行いますと。粗い中、細かい精度ですね。精度を上げれば上げるほど解析にかかる時間がかかるといったところだと思いますので、今回はまず粗いで行っていきます。モーションを解析。そしてベガスあるあるの解析が進まないときは最小化進んでいます。はい、終わりました。で、長さを伸ばして再生レートスローですね、4分の1に設定します。そして再生するとこういった形ですね。こういった形となっています。こちらが標準のスローの4分の1倍速ですね。そしてベガススローモーション、今回追加されたエフェクトで4分の1倍速といった形となっています。さらに標準のドラッグで行う部分は4分の1倍速までしかできないのですが、このスローモーションエフェクトを使うと8分の1倍速まで設定することができます。こういった形ですね。結構綺麗にいけてると思います。といった機能となります。そしてワープフロートランジション。これも、現在のベガスプロ17で追加された機能となりますが、これもちょっと簡略化された機能となっています。例えば、こういった話している動画を編集して、ジャンプカットですね。
した絵を滑らかにつなぐといったモーフィングですね。滑らかにつなぐためのモーフィングなんかができる、エフェクトとなるのですが、トランジションワープフローですね。これをつなぎ目にドラッグすると、こういった形ですね。こうパカッとならずに、滑らかにつないでくれるというエフェクトとなります。ただ、ムービースタジオで使うと、かなり重いですね。これはもうやっぱりそのソフトの内部の部分の処理の仕方が違うせいなのかわからないですが、ベガスプロで使うときよりもだいぶ重たい印象です。さらにベガスプロではこういった手動でやらなくても、素材をコピーします。例えば、素材を選択して、不要な状態を選択して、編集、スマートスプリットという機能で、一発で、こう、設定することができるのですが、しかも動作も軽い。このスマートスプリットの機能は、ムービースタジオの方にはついていません。今ちょっと、パソコンを録画しながら GPU を使って録画しながら、やってるのでたまにちょっと赤く GPU のエラーが出てますが、こういった感じで軽い動作で動くのですが、ムービースタジオだとどうもなんかもっさりした印象を受けます。この辺りはやっぱり内部処理、編集ソフトの処理エンジンが違うのかなと、表向きではわからない何か、差があるのかなといったところは印象として感じています。でも全然、レンダリングすれば、使えると思いますので、全然使う分には問題ないのかなといった形となります。そして30種類の追加フォント。これちょっとどれを指しているのかわからないので置いておきます。そしてワークフロー、レンズ補正プラグインですね。これもベガスプロに前回追加されたものとなります。エフェクトからレンズ補正ですね、ベガス。とすると、撮影したレンズの種類を選んで、レンズの歪みが補正できますといったものとなります。さらにこれ単体を映像を加工する、歪めるエフェクトとして使うようなこともできます。といったところですね。以上が今回のベガスムービースタジオ17プラチナムで進化した部分となります。動画編集ソフトの基本機能の部分は本当にベガスプロとさらに、差がなくなってきたなといった印象となります。本当数年前のベガスプロと同等くらいまでは来てると思いますので、当時本当にもう10万円以上して買っていたのが今、定価で買っても8500円で、セールであれば今6700円みたいな感じになってきていますので、本当にコストパフォーマンスは高い、動画編集ソフトになっていると思いますので、ご興味のある方はぜひ使ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。